どうも今日も元気目白ということで目白でペコです。目白の別れです。今日はね、はい。フルスウルトラって感じでミリシラ僕のヒーローアカデミア、ジャンプの中でもかなり指数歩に入るぐらいに大人気漫画ですね。僕のヒーローアカデミア、結構知ってる人も多いと思うんだけど、僕もアニメをこう見てて大好きなんですよ。もう今アニメ3期放送中なんだけど、なんと今の夏映画もやってんのね。もうそれぐらい大人気なんですよ。なんでそんな人気なのかっつったら、やっぱり学園もの、バトルもの、ヒーローものもなんか人気の出る要素をこうグッと詰め込んでるような、かなり面白い展開も熱いんだよね。ということでまかりくんはヒロアカのことを全く知らないんですよね。ということで今日はミリシラということで、この1ミリも知らないまかりくんに僕のヒーローアカデミア、今日ざっとキャラを9人だけ持ってきたので、その9人のキャラを見ていただいて、このキャラはどんな名前で、どんな能力を使い、どんな性格なのか、そのキャラの特徴を3つほど挙げてもらってですね、楽しんでいただければと思いますヒロアカ知ってる人はこいつ何言ってんだよみたいな楽しみ方してもいいし、ヒロアカ知らない人はもう同じように考えてくれていいので、はい、ということでじゃあ早速やっていきましょうか。じゃあ今回用意したキャラババンこんな感じです。はい。見たことある人いるでしょ。いる。てかね、主人公の子は見たことあるんだよ。左上の子でしょ。はい、左上の子。じゃあわかりました。順番に僕がヒロアカの面白さをたっぷり伝えるので頑張って伝えて知らないだろう。難しい。あとそれぞれヒロアカのキャラにはもう世界観としてもう個性を持ってるんだよね。ヒロアカでいう個性はもう特殊能力です。異能バトルアクションの能力のことを個性って言うんだ。そう、能力のことを個性って言ってる。でもうみんな個性を持ってます。はい。もう全員持ってる。全員持ってる。この画像は全員持ってる。全員持ってる。なるほど。うわー、描きます。もともと絵が出来上がった。おお、消えた。お前それお前の個性だな。俺の個性ステルス。丸見えだったけどねサイレントヒューマンじゃんサイレントマンだから足音しないんだあれもサイレントヒューマン難しいっすね。いやー楽しみだな。どんなものを描いてくれるんだろう。できました。お前の個性民族と申しますお前自体が民族なの。ということで書いてもらいましたよ。はい。どうでした。難しいよね。難しい。これは難しい。はい、てなわけで早速答え合わせタイムと。やったー。まかりくんがキャラの絵を見て何を思い、どのような名前でどのような設定を考えてきたのか提示してもらいましょうかね。じゃあまず左上の緑髪の男の子から。はい、じゃあどうぞ。はい、もやまたけるくん。もやまたける。個性がスピードスター。とりあえず速いんだよ。瞬間移動みたいな感じですごく速くて、彼自身速いから周りが時止まってるように見えるみたいな感じ。なるほど。とりあえず速い。確かに見た目的にパワーありそうな感じじゃないの。そう。でも性格は内気で、最初は全然強くなかったの。だけどストーリーの中で成長していく系の男子だと俺は思った。なるほどね。じゃあ次、さっきから散々クワガタっつってたこの人いきましょうか。もやま秀夫さんですね。もやま。はい。親子なんですよ。おお、なるほどね。主人公との父秀夫。ちなみに秀夫って英雄って書いて秀夫で、個性が全知全能。なんかオールマイティみたいな感じ。おお。とりあえず強そうだから誰でも勝てる。誰が勝負に挑んできてもとりあえず勝てるみたいな。すげえ最強キャラ。最強キャラ。やべえな、オールマイティーだ。そう、ぶっ壊れキャラがいるんだよ。何でもいけちゃう。もやまたけるくんは父親を目指してじゃないけど、そういうヒーローになりたいっていう思いから強くなろうと決心するみたいな。なるほどね。で、お花が好き。なんで急に可愛くなった。はい、次、右上の女の子。右上の女の子いきましょう。園田香織ちゃん。本作のヒロイン。ヒロイン。主人公のことが好きだと。天然のふわふわ系女子。全体的に鈍感でさ、あんまりそういうのに気づかないみたいなで、個性がマインドスコープ。要するに相手の気持ちを読める。相手の考えとか読める。だけど範囲があって自分がその親しくしてる人しか読めないんだよ。なるほど。だから敵の心読めないから味方の心を読み取って戦略を組み立てる人。じゃあ次2段目の一番左の人いきましょう。はい。
木島哲くん能力フルスロット全力爆走すげえ全力爆走。体にエンジンみたいなのが積んであって、おそのエンジンをフルスロットルにすることによってうん全てのステータスが上がる。でまあ性格は短期で切れると髪ツンツンになるみたいな。でまあなんとなく自転車部。自転車部その情報いる？じゃあ次、はい、真ん中のメガネは宗像当時くん。宗像当時も、個性ラプラスの悪魔。数学が得意そうじゃん。ああそうだね。数学が得意すごい頭いい。そうだから量子力学的に見て、うんこの人は次こう動くっていうのが見える。おおすげえ。簡単な未来予知が瞬間瞬間でできちゃうっていう能力。もう超ブレインだね。そうでまあ性格は堅物で完璧主義。一つかけると不安定になってすごい病むみたいな完璧主義すぎて。そうなんで俺これできなかったのうわーってなる人。じゃあ次赤髪白髪。名前須田圭人。須田圭人。はい、個性凍てつく炎。おお凍てつく炎。要するに炎と氷属性かな、だから火属性と氷属性は合わせ持ってる子。凍らせたり燃やせたりする。おおなるほどね。基本無口でぬいぐるみ集めが趣味。ぬいぐるみやつまたなんかギャップで攻めてくる系だね。割と冷酷で、んこの能力使ってたまに悪さをする。ああ悪さしちゃう。悪さしちゃうなるほど。じゃあ次3段目の一番左の木島小次郎。木島小次郎。上の子の双子の兄。哲くんのカロリーメイトのカロリーメイトの兄なんだ。こっちは兄で個性がバーニングモーニングライトニング。どういうこと？俺もう朝から火とか雷使えちゃうよっていうのですげえトースターから黒焦げのパンなんか雷とか炎とか使ってそうだなと思って炎と雷を使う能力。笑い上手のチャラい系男子、すごい軽い感じ、なんとかなるが口癖。生意気なその弟の哲くんに割と手焼いてる。なるほど。次はい、3段目の真ん中の女の子いってみて。三石翼ちゃん。三石翼ちゃん。個性天人秘書。飛べる。ああ翼が入る。空を制するキそうャラですね。でまあ性格はサバサバ系元気女子。白黒をはっきりつけるタイプの子。興味持ったことはすごいグイグイいくけど全然興味ないことはあそうぐらいの割と白黒をはっきりつける型の女子。俺この中で一番その子が好きだ。本当。見た目は。じゃあ次3段目の一番右の子。ちなみに俺ヒロアカの女性キャラでこの子が一番好き。マジで申し訳ないんだけどその子カエルにしか見えなかったからカエル子にしてる。カエル子伊賀はカエル子。能力クロール9回転9回転バタフライ、背泳ぎ、クロール、平泳ぎってあるじゃん。4泳法あるじゃん。そこにプラスして5個その子が編み出した泳法があってその泳法を使って水中は自由に行き来できると。なるほど。水中船特化型の子。水中船特化型。水中船特化型の子でまあ性格はおとぼけキャラで空気全然読めない天然系の女子でヒロイの子よりも天然。ヒロイの子よりも天然。もう天然オブザ天然だ。天然オブザ天然。キューティクルケアガチ勢そこだけ気抜かないんですよ。対戦キャラ出ました。いやすごいと思うマジで。順番に見ていこう。じゃあまず主人公のもやまたけるくんっていった子ね。正解緑谷いずくくんと言います。緑谷緑だ。でうちでストーリーの中で成長していくタイプのキャラでこれも大正解。まあ見た目的にも想像できると思うんだけどすごく違う点がありましてこのスピード型ってあるじゃないですか。この子パワー型です。マジパワー型なの。個性がねワン・フォー・オールっていう。ワン・フォー・オール。このスマッシュっつって一時的になんだけどものすごいパワーをこう発揮する。だからもうすんげえでかい巨体のロボットとかもパンってスパーンって破壊する一撃必殺タイプキャラクター。すげえかっけえじゃん。じゃあそうめっちゃかっこいい。だからまさに個性的に主人公。まあ当然この華奢な体なんだからそのパワー使うことによって結構体がボロボロになったりっていう結構そういう壁にめちゃくちゃ直面するタイプの男の子でまたその成長を見ていくのが面白い。いやもうヒロアカ読みたくなったもんでさらにね面白いところこのもやまひでおなんですけどこのキャラねヒーローなんだよ。本当にプロヒーロー。ちなみに言うところのヒーロー界の中でもナンバーワンヒーローって呼ばれてるの。だから本当に YouTuber 界で言うところのヒカキンさん。ヒカキンさんか。そうそれは強い。でこのヒーローの名前オールマイト。マジ？そうマジで？まあこのお花が好きっていうのは置いといて親子ではないんだけどこのオールマイトの個性ワン・フォー・オール同じなの？同じ。なんで同じなのかっていうとこのオールマイトがこの緑谷いずくにワン・フォー・オールを譲ったの。譲ったの？継承したの。まあ全員とも遊泳高校っていう
遊泳校学校に行ってるんだけど、そこの先生に先生なんだ。先生はでナンバーワンプロヒーローのオールマイト。じゃあ次、ふわふわ系女子の園田香織ちゃんね。園田香織ちゃんがうららかお茶子ちゃんと言います。うららかお茶。うららかお茶子、すごい可愛い名前。すごい可愛いこのヒロインっていうのは正解で、緑谷くんのことが好きなのも正解なんですよ。もう結構アニメでもそういう描写がもうガンガン出てきてて、この子個性も可愛くて無重力。無重力。そう、指にこう肉球がついてる。肉球こうピョンって合わせると、もう対象のものを無重力化してふわふわって浮かすことができる。ニキニキの実じゃん。そう、ニキニキの実、それワンピースじゃん。大体3トンぐらいのものまでこうやって浮かすことができる。だから逆に言うと関節攻撃強いんだよ。岩とかこうやって浮かして、それ解除するとブーンってできる。ああ、そっか。結構ね、強いね。強いね。普通に強い。で次、木島哲くんね。この子が爆豪勝樹と言います。俺バク入れようとしたんだよな。個性爆破。爆破。そう、感染からこうニトロみたいなのをこう分泌して任意で爆発を起こせる。めっちゃ強い。ちなみに言うと、この主人公の緑谷伊豆くんをもうすごくライバル、普通にクラスメイトでなんだけど、結構中学時代とかいじめてたりとか、緑谷くんのことをいじめてたりっていう関係で、短期で切りやすいみたいな。髪ツンツンなのはもともとけど、結構こいつもなんか主要メンバーというか、こいつも緑谷くんと一緒に成長してって、この子ね結構好きな子多いと思う。爆豪くん。爆豪くん結構人気だと思う。で真ん中の宗像道次くんですね。この人が飯田天也くんと言います。で個性がまさかのエンジンです。エンジン。木島哲くんがエンジン系みたいな感じだけど、エンジンこいつなんだよ。お前エンジンって顔してないやん。足がエンジンがついてて、ものすごくサーンって走る。速いんだ。速い。だからスピードタイプだと思う。本当に頭がいいっていうのは当然、この見た目からも想像つくと思うんだけど、学級委員長もやってる。はい、須田圭人。この子の名前が轟翔斗。轟翔斗。ちなみに言うと個性の凍てつく炎、氷と炎を使うって言ったじゃん。これマジで正解で個性が半冷半焼っていう。半冷半焼。半分氷で半分冷たいで半分燃やすみたいな。オールマイトがナンバーワンプロヒーローっていうじゃん。そのナンバー2としてエンデバーっていうプロヒーローがいて、それがナンバー2で炎を使うヒーローなの。それの息子。最初もう氷だけしか使わなくて、親父のこと大嫌いだから、俺氷だけでナンバーワンになって親父見返すわって逆行くぜ。ある日を境にいろいろあって、炎も使うようになる。そこに行くまでがまた熱いんだけど、かなり強キャラ。頭もなんか綺麗そう。頭も綺麗し、運動神経もいいし、個性も強い。轟くんも割と女の子人気強いかもしれない。ぽいもんだ。そう。じゃあ次、木島小次郎、爆豪くんの兄だと言ってた木島小次郎くんなんだけど、名前がね割と惜しくて、これ名前が霧島英二郎なんだよ。惜しいじゃん。意外と兄弟ではないんだけど、爆豪くんと比較的仲良さめな感じなのあってて、で霧島くんの個性が硬化って言って、体をこう硬くしてこの刃みたいにできる。だから防御も強ければ切れる。そう、切ることも斬撃もだからもう思いっきりすげえでかいものに押しつぶされても平気だったっていうシーンがあるから、もう相当防御力高い。効果ね。で性格は確かに軽いノリではあるんだけど、めちゃくちゃいいやつで、すごい義理人情に熱い男キャラという三石翼さん。この子が八百万桃800万100。八百万桃。そういう感じか。結構ね、この子の個性がかなり強力というか、創造っていうんだけど、創造生物以外のものだったら基本何でも作れちゃう。じゃあ Wii U 出してみんなで遊べるじゃん。そう、それもできる。だから構造を知ってればもう何でも作れちゃう。でもこの子めっちゃ頭いいんだよ。副委員長だもんやってる。その頭の良さがあるからこそ活かせる個性。性格っつうかお嬢様。お嬢様っぽかったんだよな、そういえば。で最後、俺の大好きなこのカエルっていうのはもろに正解で。マジで？だからこの子の個性がカエルなの。カエルなの？カエルっていう個性。まんまカエルなの？もうカエルっぽいことなら何でもできる。名前がアスイつゆちゃんで、なんかアスイさんっていう呼ぶと、なんかそのアスイさんって呼ばれるよりはつゆちゃんって呼んでほしくらしくて、でもつゆちゃんって呼んでっていう。この子結構おとぼけキャラみたいな予想をしてくれたんだけど、割と逆で、この子結構毎回冷静でツッコミ入れるタイプ。水中戦がすごく得意っていうのはもろあってて、ただキャラ的に結構落ち着きがあるタイプのキャラだね。はい、ということで一通り答え合わせの方をさせていただきましたが、どうでした？いや、楽しかったよ。楽しかった。知らない漫画を知る。俺漫画大好きだからさこうやって知らない作品をみんなやっぱ入り口って
こんな感じじゃないじゃん普通。そうだね。普通一巻の初めからこうやって読み出すじゃん、この出会い方は新しい気がする。確かにヒロアカマジで面白い。めっちゃ読みたい。ヒロアカマジで面白い。読みますということで今回はねヒロアカの1年 A 組編ということでミリシラの方やっていきましたね。まあまたね好評であればヴィラン編今度敵とかもまあ今後やるかもしれないということでヒロアカぜひみんなで一緒に映画を見に行きましょう。じゃあ今日も元気にせーのフルスイングウルトラ。最後までご視聴ありがとうございます。おすすめ動画はこちら。 Twitter やセカンドチャンネルもあるよ。チャンネル登録よろしく。じゃあ次回も元気に目白っていこうぜ。バイバイ。